ございます。なごみけです。今回は以前からご要望いただいていた僕の部屋のルームツアーをしていきます。一人暮らしを始めて3ヶ月、家具家電を増やしていったり DIY を施していった過程は少しずつ動画でもご紹介してきましたが、ようやく暮らしのための家づくりが一通り整ったという感じです。これまであまり見せてこなかった部分も含めて余すことなくお部屋をご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。僕の部屋は都内のマンションの一室、広さにしておよそ26平米でキッチンとリビングが一体となっているワンルームになっています。縦に長く玄関と窓が両端にある一人暮らしとしてはかなり一般的な間取りかなと思います。早速この部屋を順にご紹介していきたいと思います。まずは玄関から。玄関を開けるとすぐ廊下、そこまで広くないのでここに物は置かないようにしています。入るとすぐ左手には備え付けのシューズボックスと、おそらく傘用に設置されている収納スポットが。靴はこの棚を埋めるほど持っていないので余裕で入りきります。革靴のケア用のアイテムや自転車用のヘルメット、来客があった際のスリッパなども入れていて、玄関先に置きたいものはほぼこの中で完結しています。ただ一つだけ、マスクケースはこちらの山崎実業のマグネット対応のものを玄関扉に貼り付けています。そしてこの棚の上にはちょっとしたスペースがあるのですが、ディスプレイとしてメインで置いているのは最近購入したドライフラワー、しっぽという吉祥寺の雑貨屋さんでスチールの花器と一緒に購入しました。玄関のディスプレイはこのドライフラワーを中心に少し甘め、温かめの雰囲気を出しています。その他には小銭を入れておくコインストレージ、お守り類、そしてレザーのポーチに入れているのはこれまた自転車用のライトや手袋、そして荷物の受け取りの時などに使う印鑑などです。壁面には僕の好きなイラストレーターの一人、坂内拓さんのイラストを4枚並べています。ポストカードを購入してダイソーのフレームに入れて壁に貼り付けました。もちろんリビングがこの部屋のメインのスペースではあるのですが、その雰囲気を玄関先から作ることができていて、お気に入りの空間がより部屋全体に広がっているかなというふうに思います。廊下を行くと右手が水回り、左手が洗濯機置き場になります。水回りは比較的コンパクトな仕様、洗面、脱衣スペース、トイレが一室に収まっています。ただ一面に鏡があるのでそこまで狭さを感じさせない上、使い勝手もいいです。洗面台にそのまま置いているのはマウスウォッシュの瓶とハンドソープ、それ以外のものは備え付けの2つの棚に入れています。一つは壁面収納、取り出しやすい高さのため使うことの多い日用品を置いています。中身はざっとこんな感じ。ヘアセット用のアイテムから歯ブラシ、歯磨き粉まで。うがい用のコップは山崎実業のものを吊り下げていてすぐ乾くので衛生的にも問題ありません。もう一つの棚は洗面台の下、ここには掃除グッズや先ほどの日用品のストックなどを中心に置いています。タオル類ももともとこの中に収納していたんですが、いちいちかがまなければならず少し使い勝手が悪かったので、天井部分に新たに収納を自分で作ってここに収納することにしました。この棚はニトリの突っ張り棚を使っています。タオルのほかトイレットペーパーやドライヤーなどもここに収納しています。一方トイレ側には特に細工をしていないんですが、無印良品のフロアワイパーの定位置になっています。どうしても掃除用具感が出がちですが、ロットが木目なので安っぽさを感じさせない上、インテリアとしても馴染んでいます。洗面所からはお風呂場に入ることができます。こちらもトイレ同様特別な DIY などは施していません。これまた山崎実業のソープディスペンサー3つと洗顔料、そして風呂用の椅子は乾きやすいようにお風呂の上のバーに引っ掛ける形で置いています。続いては洗濯周り。
ありがたいことに洗濯機置き場にはもともと扉がついていて、生活感が出にくいような設計になっています。洗濯機はシャープのコンパクトドラムを使っていて、洗濯は3日に1回ほど。その間溜まっていく洗濯物はこの無印良品のバスケットを洗濯物入れにして使っています。また洗濯機置き場の上には備え付けで棚が設置されていました。ここにはバンカーズボックスを2つ置いています。奇跡的にも2つ置いたサイズ感がぴったりでした。それぞれあまり使う頻度の高くないスポーツ系のウェアやアイテム、もう片方にはこれもたまにしか使わないようなバッグ類を収納しています。廊下を直進してドアを開けるとメインルーム。入ってすぐがキッチンスペースになっています。ありがたいことに2口のガスコンロでシンクとの間にはちょっとした作業スペースがある、このサイズのお部屋にしてはかなり恵まれた設備です。収納棚も豊富に用意されているので、下にはカトラリーや調理器具、また掃除道具などを収納しています。上には食器類を中心にしまっています。キッチン横には冷蔵庫と電子レンジ。キッチン家電はホワイトにすると安っぽさが目立つものが多かったので、ブラックで統一しています。この冷蔵庫と電子レンジの側面には同じくブラックで統一したニトリのマグネット式マルチホルダーをつけています。ラップやアルミホイル、輪ゴムにキッチンペーパーなど使用頻度が高いけど置き場所に困るものたちを一気にここが受け持ってくれています。キッチンの反対側にはステンレスのゴミ箱とラック。すべてシルバーに揃えてキッチンとの統一感やスタイリッシュさを意識しました。ラックはサブの作業スペースになると同時に、その下には炊飯器やゴミ袋を置いていて、ラック横にはマグネットで設置したタオルハンガー。広くはないキッチン周りのスペースですが、快適かつ機能的になるようにしています。ゴミ箱はセンサー式かつ分別ができるタイプのものを選びました。また調理中に時間を持て余すことがあるので、こちらのアンティークのスツールだったり、タブレットやスマホを置くことができるスタンドを設置しています。ちなみにこの部屋に入ってくる扉にはダイソーで購入したフックをつけていて、友達が来た際にもアウターなどをかけられるようにしています。そしていよいよメインルーム。約9畳のこのお部屋にこんな感じで家具を配置しています。模様替えは頻繁に行うタイプなのですが、このお部屋は縦長なので使えるスペースを正方形に近づけることで限られた空間を効率的に使えるようにしています。今は日当たりがいい窓際を使いたかった上、窓際だと寝ている間が寒かったのでキッチン側にベッドを置いています。このお部屋はモダンでクリーンな印象を与えたかったので、日本の住居によくあるこのオレンジやブラウンなどの暖色系の木材は抑えめにして、白や黒を基調としてベースをクールな印象に仕上げています。その上で所々に原色に近い差し色を混ぜることによってちょっとした北欧っぽさを演出しています。床色はもともと白いフローリングだったのですが、家具の色とのバランスや今回作りたい部屋の雰囲気を考えて DIY でフローリング材を敷き詰めています。これによって部屋全体の雰囲気にメリハリがついたかなというふうに思います。ベッド周りはこんな感じ。無印良品でフレームからマットレスまで一式揃えたシングルベッドです。部屋の中でいわゆる木目調の家具は基本的にこのフレームだけ。そしてリネンのベッドカバー、枕と布団、これらはすべてニトリで揃えました。またその他にオレンジとブルーのクッション、こちらは差し色として部屋に色彩を与えるカラーリングを選んでいます。ベッドサイドにはこの時期必要になる加湿器、
そしてサイズ違いのスツールを2つ置いています。これらはサイドテーブル代わり、読んでいる本やアレクサを使うためのエコーショーなどを置いています。ただこのベッドの横にはクローゼットがあり、開閉できるようにしなければならないため、その分のスペースをベッド横に空けているという状況です。衣類は外に出さず、すべてクローゼットに収納しており、その他スーツケースやストック類など普段あまり使わないものも工夫して中に収納しています。そこまで広くはないクローゼットですが、かさばるものや目立つものはすべてこの中に入れることができました。ベッドの横はリビングスペース、白い丸テーブルを中心に配置しています。そして色違いの椅子が2脚、これらはニトリで購入したもので、そのうちデザイナーズチェアなんかを取り入れたいなというふうに考えているんですが、ひとまずは仮のこちらです。ローテーブルではなく高さのあるテーブルを選んだのは、床に座ってご飯を食べたくないなというふうに考えていたためです。そして僕としては必須アイテムであるテレビ、ウォールというミニマルなテレビスタンドに43インチのテレビをかけています。テレビの真裏にコンセントがあるので、ごちゃごちゃしがちなテレビの配線などをこの裏面にすっきりと収めることができています。Wi-Fi のルーターや録画用のハードディスク、スイッチなどもこのテレビの裏面です。普段の動画で背景になっているのが反対側にあるこの棚。ある種この部屋のメインとも言うべきディスプレイになっていますが、棚本体は IKEA のカラックスという製品です。2段のものを購入しましたが、上はすべて扉をつけて本を収納していて、下はボックスを入れてガジェットや掃除用品、DIY 用の工具などを入れています。棚の上のディスプレイはこんな感じ。今の自分の好みがまさにそのまま表現されています。置くものに特にルールは設けていませんが、その分移り変わりは激しく、何か飾りたいものを手にしたらその都度物を追加したり減らしたりしている状況です。そしてこれらのものたちの中には、フレグランスやワイヤレススピーカー、ティッシュポットなど、ただ飾るだけではなく機能を有しているものを紛れ込ませています。この棚の下にはちょっとしたスペースがあるので、アレクサ、ロボバッグで掃除して、掃除を開始します。アンカーのロボット掃除機を忍ばせています。棚の横、窓際にはインテリアグリーンを配置。日当たりのいいこちらのスペースを植物用の場所にしています。僕の部屋のシンボルツリーはアマゾンオリーブ。これ一つでも十分に存在感のある樹木です。その他最近気根が美しいフィカス・ウンベラータ、そして形のいいクワズイモを新たに迎え入れました。これらの鉢自体はまだ購入できていないんですが、部屋の中でのグリーンの存在感が増し、雰囲気がまた変わってきました。窓際にはもう一つ、家で作業するためのデスク環境を構築しています。オンライン授業から動画編集、ちょっとしたリモートワークまでノートパソコンを接続して家での作業はここで行っています。天板として古材の足場板を買って、そこにスタンディングデスク用の足を取り付けてワイドモニターを設置した完全にオリジナルのデスクです。 PC 作業はもちろんのこと、アイテムの充電などもここで行っています。使っている椅子はエルゴフィニットのワーキングチェアです。サイドのラックは IKEA のもの。その上に乗せているバルミューダのサーキュレーターは反対側にあるエアコンの風を効率的に部屋に行き渡らせるための配置にしています。どうしても家電感、オフィス感が出てしまいがちなワークスペースですが、可能な限りケーブルが見えないように工夫したり、デザインなどに気をつけることでインテリアとしても違和感なく調和しているように思います。このように部屋全体で飾るものは飾る、出すものは出すという点はかなり意識しているんですが、よく使うものまで収納してしまうと利便性に欠けてしまいますよね。その折り合いをつけてくれるのがこちらのドローアラインという突っ張り棒。
フックやトレイなどを好みの位置で好みの数だけカスタマイズして選ぶことができるので、ウェットティッシュやハンディ掃除機、細かな家電や園芸用のアイテムなどをここに置いています。僕は昔からよく家の鍵をなくすので、一人暮らしを始めてからはスマートロックを設置しています。外側からは指紋認証だけで開くようにしており、スマホや鍵を取り出す必要がなく非常にスマートです。かつ自動で施錠してくれるので、鍵の閉め忘れも心配いりません。この鍵だけではなく、他のいろんな場所でこの家ではスマートホーム化を進めています。アレクサ、電気つけて。部屋の照明はもちろんのこと、テレビやエアコンなど各種家電も声で操ることが多いです。リモコンやボタンの場所までわざわざ行く必要がないですし、ながら作業の状態で指示を出すことができるので、これは本当に取り入れてよかったなというふうに思います。窓にはカーテンではなくブラインドを設置しています。カーテンだと部屋が優しい空間、甘い空間になるような印象があるのですが、個人的に今回のお部屋にはそれは合わないと判断してブラインドにしました。部屋の天井照明はレールを設置してスポットライトをつけています。部屋全体を均一に照らしてくれるシーリングライトと異なり、部屋の中に陰影をつけることでより雰囲気のある空間を演出することができます。中の電球は電球色という温かめの色。僕にとって特に夜の部屋はリラックスするための場所なので、これくらいの色温度がとても心地よいです。それではおやすみなさい。いかがだったでしょうか。まだまだ部屋には改良の余地がありますし、置きたいもの、変えたい場所がたくさんあります。一旦完成ということで今回はこの動画を撮りましたが、今後も少しずつ部屋に変化を加えていきたいと思いますので、ぜひこのチャンネルの登録と動画の高評価をよろしくお願いします。またここについてもう少し詳しく聞きたいなどとご要望があれば、ぜひコメントなどお待ちしています。ということで今日はこの辺で。以上、なごみ家でした。では。